本動画は、興味本位の観覧を目的とするものではなく、歴史的な原点資料に基づき、近代日本文学の真相を探求する文学的ドキュメンタリーです。作家の生涯を通じた芸術的昇華のプロセスをたどるものであり、特定の行為を推奨したり、賛美する意図は一切ありません。大正から昭和にかけてのことです。東京本郷の菊坂に、屋根に美しいイルミネーション輝かせるハイカラな洋式ホテルがありました。その名は本郷菊藤ホテル。そこはロシアの亡命貴族から名だたる文豪、そして文学を志す貧しい青年たちが身を寄せる奇跡のような空間でした。大正3年、羽田幸之助というアイディアマンが東京大正博覧会の外国人客を見込んで建てたホテルです。モルタルレンガ張りの外観に地下に食堂や洋風の風呂まで備えていました。なぜこの華やかな場所に貧しい文士たちが引きつけられたのでしょうか。その答えは女主人の菊江にありました。彼女は慈愛に満ちた仏のような柔和で優しい女性でした。世間を不器用にしか渡り歩けない芸術家たちが生活の糧を得るのにも苦労し、宿代を払えずにうつむいているとします。すると彼女はいつも柔和な笑顔を浮かべ、こう言うのです。まあええわな。すべてを包み込むような魔法の言葉ですね。今日はこの優しき母のような女主人が見守った世にも不器用な人々のゆりかごの物語の扉を開けましょう。大正5年の秋、社会思想家の大杉栄と婦人運動家の伊藤野枝は、世間を敵に回すような激しい逆風の中、誰からも理解されず、深い孤立と絶望の淵に立たされていました。そんな二人が、やっとの思いで再びたどり着いたのがこのホテルでした。二人は新館2階の34番室という部屋に落ち着きました。経済的にも完全に窮地に陥っていた彼らですが、女主人の菊江は、まあええわな、と彼らを静かに受け入れます。彼らはホテルの小部屋で小鳥のように身を寄せ合い、ただひたすらに二人の世界を生きました。そんな二人を監視するために、ホテルには管轄である元富士署の刑事が張り込んでいました。大杉は近寄りがたい印象とは裏腹に大変な子供好きでした。ホテルの子供たちのけん玉を取り上げては自分も一緒になって遊ぶのです。大杉たちの飾らない人懐っこさにほだされ、いつしか刑事たちの方から気楽に声をかけるようになりました。大杉さん、今日はどちらへお出かけで？帳場で穏やかに世間話をする奇妙な関係が生まれていたといいます。とはいえ、一文無しの生活です。それでも野枝は、牛乳を1本増やしてちょうだい。牛肉も欲しい、と、療養中の大杉のために、堂々とホテルに要求しました。もちろん、すべてホテルの建て替え払いです。当時の一般的なサラリーマンの月給が3、40円だった時代に、彼らの一月の請求額は100円を下らなかったそうです。なんと月給の3ヶ月近い大金です。困った人たちですね。既存の社会規範や家族制度と激しく衝突しながらも、彼らなりの新しい関係性を模索した孤立無援の逃避行だったのではないでしょうか。
大正7年の11月、このホテルに一人の画家が入居してきます。大衆の心をつかんだ叙情画家、竹久夢二です。当時の彼は最愛の恋人であった彦野と引き裂かれ、生涯で最も深い悲痛の中にありました。彼は40番室と41番室の2部屋を借り、画室と寝室にしました。家賃は毎月25円。大変な出費です。やがて彼のもとに新しいモデル、お葉がやってきます。しかし、夢二の心から永遠の人である彦野の面影が消えることはありませんでした。亡き恋人の幻影を追い求め、やり場のない悲哀と芸術への執念に身を焦がす夢二。そんな極限の精神状態はいつしか二人の生活空間に深刻な認知的不協和を誘発させます。お葉がその重圧に耐えかねて、私は何もしないのに、と心理的な限界を周囲に訴えることもあったそうです。しかし、そのお葉のどうしようもなく儚い姿に、夢二は凄まじい執念で絵筆を走らせました。そうして、菊富士ホテルの40番室で誕生したのが、あの不朽の名作、黒船屋だったのです。愛する者を失った悲しみをカンバスの上に昇華させた画家の業。それは、あまりにも悲しく、そして美しい芸術の誕生の瞬間でした。余談ですが、夢二が菊富士ホテルを去った後、押し入れには、デッサンや下書きの絵が山のように残されていました。ホテルの主人はそれを、なんと全部お風呂の焚き付けに燃やしてしまったそうです。芸術の価値がまだ定まりきっていなかった時代の皮肉な逸話ですね。そして大正12年、このホテルにはもう一人、文学という芸術の深淵に魅せられた不器用な男がやってきました。作家の宇野浩二です。彼が選んだのは、旧館の1階にある3番の部屋でした。中庭に面したホテル中で一番薄暗い部屋です。しかし、深い思索に沈むには、その暗さが彼には心地よかったのですね。彼は菊富士ホテルの中で誰よりも早起きでした。朝の6時半には起き出し、顔を洗うと、ひたすらに本を読み、原稿に向かいました。そんな彼の不器用さは恋愛にも現れます。浦上八重という女性に深く心を寄せていました。八重は宇野の部屋を立派な長火鉢や茶箪笥でいっぱいに飾ってくれます。しかし宇野は、恋愛は成就すると消滅するという独自の恋愛哲学に縛られており、彼女の献身的な行為を素直に受け入れることができず、ただ極端にプラトニックな関係の維持に固執し続けるなど、複雑な葛藤を抱えていました。また、宇野には面白いエピソードがあります。ある夏、彼が食堂にらっきょうの瓶を抱えて現れ、ぽつりぽつりと食べていました。らっきょうは初期を払い、邪気を払い、と嘘吹く宇野を見て、同宿の作家たちも、次々と自分のらっきょう瓶を食堂に持ち込むようになりました。スマートに生きることなど到底できない。ただひたすらに文学と純情の泥の中でもがき続けた愛すべき一人の作家の姿がそこにありました。
昭和の初め、この菊富士ホテルに気の身気のままで転がり込んできた一人の男がいました。後に直木賞にその名を残すことになる直木35です。彼は京都での事業に行き詰まり、荷物さえも差し押さえられ、家族を抱えて深い困窮のどん底にありました。当然、宿代も払えません。ホテルの息子である藤尾が部屋へ催促に訪れると、彼はこう頼み込みました。もうすぐ書き終わるから、部屋に入って待っていてください。執筆の重圧と支援が立ち込める部屋の中で、布団にくるまりながら、書いては破り、破っては書きを繰り返す直樹。痺れる足を我慢して待つ藤尾の横で、彼はただひたすらに極限の集中力で原稿用紙に向かっていたと言います。やっとの思いで書き上げた原稿を懐に入れ、彼は待たせていた藤尾を連れ立って出版社へと急ぎます。そして、駿河台の路上で彼を待たせ、見事に原稿料を手にして戻ってくると、10円札を10枚渡し、やあ失敬する、と風のように去っていきました。手にしたお金を五所を大事に抱え込むような真似を彼はしませんでした。懐が温かくなると、周囲の人たちに現在の価値にして100万円もするような高価な品を自ら気前よく振る舞ってしまうなど、常識では計り知れない行動をとるのです。そこには、経済的な安定よりも瞬間的な美の所有を優先する得意な価値観がありました。酔い越しの金を持たず、世俗の計算など到底できない。ただひたすらにペン一本で家族と自分の誇りを背負い、時代を駆け抜けようとした男の社会規範の枠組みに収まらない強烈な自意識がそこにはありました。大正14年の夏、この菊富士ホテルに一人の作家が身を寄せました。後に松川事件の裁判批判などで日本の良心と呼ばれた作家、広津和夫です。広津はもともと義太夫や信内といった江戸情緒を好む根っからない江戸気質の作家でした。しかし、どんな人間でも、まあええわな、と受け入れる菊富士ホテルの自由な空気は、彼に新しい世界を開きます。同宿の若い慶応ボーイからベートーベンのレコードを聴かされたり、陶器の美しさを教えられたりして、ジャンルを超えた文化交流を楽しんでいました。また、仲間たちと野球チームを作り、試合に興じる快活な一面もありました。そんな広津は、誰よりも情けの深い人物でした。行き場を失った人々や、才能ある後輩たちをどうしても見捨てることができず、その生活の重荷まで自ら背負い込んで苦労を重ねていました。そして、広津のその弱者を見捨てられない優しさは国境をも越えます。同じホテルに住んでいたインド人の語学教師、ダットさんが、あらぬ嫌疑をかけられ、教職を追われそうになった時のことです。広津は即座に新聞のコラムを使って、懸命に彼の無実を弁護し、学校当局へ抗議しに行きました。江戸っ子らしい反骨精神と深い共感性。広津和夫の作家特有の鋭敏な神経は、権力に虐げられる
弱者への温かい眼差しとして発揮されていました。彼もまた、菊藤ホテルという奇跡の空間が包み込んだ、愛すべき不器用で、まっすぐな魂の一つだったのです。昭和20年3月10日の東京大空襲で、菊藤ホテルは完全に廃人に帰しました。夢二がホテルに残した無数のスケッチも今はもう残っていません。しかし世間から弾き出され、不器用にしか生きられなかった人々をこのホテルは確かに優しく抱きしめていました。彼らの破天荒な生き方はただのわがままだったのでしょうか。それとも芸術という深淵に見入られた者たちの悲しいまでの純粋さだったのでしょうか。世間との摩擦に苦しんだ彼らの姿は、現代の私たちが抱える孤独や生きづらさにも通じる深い人間理解のヒントを与えてくれます。理不尽なまでの情熱に身を焦がし、激動の時代を駆け抜けた彼らの終わらない夢について、あなたはどう感じますか？ぜひコメント欄であなたの解釈を教えてください。菊藤ホテルにはまだまだ語り尽くせない物語が眠っています。谷崎潤一郎、尾崎史郎、宇野千代、坂口安吾。やがて制作する続編では、彼らの菊藤ホテルでの日々に迫る予定です。このチャンネルでは、資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。